ちは。トラベルライターのゆりえです。はい、今回の動画は、毎年作ろうと思ってなかなかタイミングが合わずに作れなかったベストバイの動画を撮っていきたいなというふうに思っています。上半期で買ってよかったもの、リピして使っているものをご紹介できたらなというふうに思っています。今回の動画はコラボ動画になっているんですけれど、前回もねコラボをしたリンアっていう私の好きなジュエリーブランドなんですけれど、ブランドの特徴としてはリサイクルゴールドシルバーを使っているサステナブルだよねっていうブランドでもありますし、ダイヤのアイテムは全て紛争に関わってないコンフリクトフリーのダイヤモンドを使っているブランドです。 EC サイトがメインなので日本から購入することも可能です。特にブレスレットとかネックレスはスキンジュエリー系のアイテムが好きで使ってるんですけれど、今回つけてるのがミラーチェーンネックレスという、スキンジュエリー系のトップがついてないチェーンだけのネックレスなんですけど、すごいねこれ光の当たり方によってキラキラして見えるネックレスなのでとても気に入ってるんですけど、首元が華やかになりますし、つけっぱなしにしやすいっていうのが私の中ですごい気に入ってるポイントで、トップに例えばモチーフがついてるものってこう回っちゃったりとか、つけっぱなしで過ごしているとちょっと肩凝るなっていう感じがあったりとかするんですけど、これは地金の14金かな、普通にシャワーとかもそのまま浴びれますし、私がよくこのネックレスを手に取るタイミングっていうのが夏とか特によくつける大ぶりのピアスと合わせたりとか、首元がちょっと寂しいからネックレスはしたいんだけどモチーフがついてないデザインがいいなっていう時にすごいこれ使えるので、インスタの方でどこのですかっていう風に聞かれたのが、前回のジュエリーの紹介動画でもご紹介したこのシマーチェーンネックレスっていう、これもチェーンだけの地金のネックレスなんですけど、こっちがミラーチェーンネックレスです。ちょっとこのねミラーになってるこのなんていうんだろう、キラキラしてる部分が大きいですよね。こっちがシマーチェーンネックレス、こっちの方がね華奢なイメージ。こうやってね比較するとこっちがすごいギラギラしてるように見えるんですけど、つけるとね意外とそんなことなくて程よい光り具合で私はとても気に入ってます。シマーチェーンもそうですし、ミラーチェーンもつけっぱなしで過ごすことも多いですし、他のねネックレスと重ね付けに使いやすいのでとても便利なアイテムだなというふうに思っています。重ね付けしやすいシンプルなデザインなので、これ今つけてるのがミラーチェーンネックレス。こんな感じで重ね付けして使うのもいいんじゃないかなというふうに思っています。長さが3段階で調整できるので重ね付けする時とかにすごい便利です。今回のリンアのコラボでもプロモコードを発行していただいたので下に出しておくんですけど、そのコードを入れると割引で購入することができるので、概要欄にリンクを貼っておくのでぜひチェックしてみてください。2026年上半期のベストバイをどんどん紹介していきたいと思います。ちょこちょこエルメスのアイテムもあるんですけど、まずはじゃあお洋服からいこうかなと思います。今もまさに着てるんですけど、このトップスですね。最近私がよくお買い物しているアリッツィアの商品です。 T シャツなんですけど、ちょっとこうワンショルダーになっていて、これ今白と黒も買っていて2色で持ってます。黒もね結構可愛いんです。これもう一個アリッツィアからリネンのパンツを買いました。横がリボンになっていて、ウエスト部分はゴムになっていて少し伸びるかなっていう感じなんですけど、あとポケットもついてるし、
色がオフホワイトみたいな、ちょっとね白というよりはベージュっぽいカラーを選びました。ちょっと色の詳細だったりとか商品名は上に出すようにしておくんですけど、リゾート行く時とかに普通に水着の上から着てもいいと思うし、この T シャツと合わせたりとかもできるかなと思って。アリツヤって長さが選べるパンツと選べないパンツがあるんですけど、これはこのタイプはね長さが選べなかったんですが、ちなみに私身長160センチなんですけど XS で調整せずに着ることができました。日本にも確かシッピングしているので、今回紹介するものは全て概要欄にリンクも貼っておくようにするので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。次アロです。なんか周年セールで買ったんですけど、これセットアップになっていて、ちょっとこうシャカシャカ素材トップスとショーパンのセットになってます。サイズがね S にしました。ショーパンがすごい短いと嫌だなと思ったので S にしたのもあるのと、あとこれクロップド丈なので短いと多分ちょっとお腹出ちゃうかなと思って S サイズを選びました。色的には白が好きで白最初買ってたんですけど、下着が透けてしまうので泣く泣く黒に変えました。色をフォーブラだけ着た状態でジムに行くのがちょっとあれだなっていう時にさっとこれを羽織っていったりとか、トップスが一番よく使ってるかな。一緒に合わせたい時はこのショーパンも使えるのでこれおすすめです。あとこれ下着っちゃ下着なんだけど、これ日本のブランドです。ロジアっていうコジハルのブランドですよね。ハーリップトゥーの下着のラインバンドゥーブラっていう、今日も着てるんですけど、こういうオフショルだったりワンショルダーになってるお洋服を着るときにこれ着脱ができるので、後ろのホックが4つついてるのでストラップレスにしてもあんまり不安なく使えるのがすごい気に入っているのと、フィット感もある素材なので、私これ2色買ってます。持ってるのが黒で今日着てるのが白。サイズがね確か SML みたいな感じだったと思うんだけど、そうね、これ私確か L だったんですよね。商品によってサイズの私選んでるサイズが違うので、お店にもし行けるのであればお店で試着するのが一番確実かなというふうに思います。私の大好きなジェリーキャットのゴールデンパピーっていうゴールデンの子犬のこの子がふわふわでめちゃくちゃ可愛くて気に入ってます。いつもフライトに連れてってるうさちゃんはこの子なんですけど、この子とのサイズ比を比較するとこんな感じになってます。ちょっと大きいのであまり外には出てこない子なんですけど、お家に基本的に置いてます。かわいい。じゃあ次コスメ行って最後エルメス行きたいと思います。コスメなんですけど、今日もこれつけてて友達からギフトでもらったものなんですけど、シャネルのこのチークがすごい良くて、ウォームピンクっていう色なんですけど、ちょっとつぶつぶがいっぱい入っててドバッと出ちゃうので、軽く半プッシュもないぐらいで結構伸びも良くて、こんな感じ。薄付きではあるんだけど結構こうツヤっとするタイプのチークで、これすごい気に入ってます。でシャネルのなんか私チークでもう一個気に入ってるのがあって、練りチークみたいなやつなんですけど、これバームタイプのチークです。リップにも使えるしチークにも使えるよっていうちょっと便利なアイテムではあるんですが、チーク2つすごい気に入って使ってます。コスメはそんな感じです。最後エルメス行きたいと思います。エルメスはこれ実は初めてパーソナルオーダーをしました。パーソナルオーダーのこの刻印わかるかな、馬蹄の刻印がついてるんですけど、パーソナライズができるので、ここにイニシャルとこのハートの鍵のマークをつけました。でこれ何がパーソナルオーダーかというと、このカルビーっていう、カードケースなんですけど、中の色と外の色を自分で好きなものを選べるんですね。外がエトゥープで中がモンペールになってます。でこれ色すっごい迷って、素材もまず選べますし、スイフトかエプソンで選べて、エプソンにしたんですけど今回は。でその革の素材ごとに多分ね、時期によるんですけど7から10色ぐらいずつ選べるので、すごいね組み合わせにめちゃくちゃ迷いました。インスタの方で投票してもらってダントツ人気だったのがこれだったので、助言をもとに色を選びました。で本物見たんですけどやっぱり可愛いです。この色パッと見はすごいシンプルなんですけど、
中開けるとこうパッと明るいのが可愛いなと思って気に入ってます。ちなみにオンラインでできるんですけれど、もともとフランスしかできなかったんですけど、今はねアメリカのサイトもできるようになっていて、アメリカに住所があればおそらく頼めるんじゃないかなというふうに思います。でこれが1つ目です。2つ目がこれずっと欲しかったんですけど、やっと手に入りました。ちょっと今回ね別のネックレスをしているのであれですが、こんな感じですね。チェンダンクのファランドールネックレスの120から長さのものを購入しました。ずっとねこれ欲しかったんですけど、なかなか出会えなくて、タイミングが合わなくてずっと実は持ってなかったんですけど、ファランドールのネックレスを手に入れることができました。こうやってね垂らしても可愛いですよね。コンスタンススリムとかをここでこうくっつける感じ、ここにコンスタンススリムをつけて使うこともできる長さなので、今後も長く使えるんじゃないかなというふうに思っています。ファランドールのネックレスの120センチのものです。はい。あとこれ私ミッフィーちゃん結構好きなんですけど、グッズを集めてるとかではないんですけど可愛いなというふうに思っていて、マンスリーサポートに申し込むとミッフィーから手紙が届くよっていうコラボをやっていて、初回の瓶についてたちっちゃいクリアファイルなんですけど、マンスリーサポートはずっとやりたいなというふうに思っていたんですけど、なかなかこう今まで機会がなかったので、これがいい機会かなと思って私も始めてみました。日本だとあんまりその寄付をしてますみたいな話ってあんまりそういうのはこっそりするものだみたいな風潮があるのは重々承知しているんですが、ミッフィーのこのグッズももちろん可愛いんですけど、マンスリーサポートを始めるきっかけとしてちょうど良かったなと思ったので今回紹介することにしました。もし興味がある方がいたらぜひミッフィーちゃんから手紙もらってみてください。以上が2026年の上半期のベストバイのセレクションになります。というわけで、今回の動画はジュエリーブランドのリンヤとのコラボになっています。概要欄にリンクと、あとはプロモのコードを入れると、割引価格で購入できるようになっているので、ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。上半期のベストバイ動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。